はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel。今日は京都に来ました。鴨川。ですね、今日は京都で漢字の動画を作りたいと思います。実はですね、皆さん1ヶ月前に京都で漢字の動画を撮ったんですけど、私全部データを消してしまいまして、データがなくなってしまいましたなので今日また京都の漢字動画を作りたいと思います。でも私は前回よりももっといい動画が作れると信じていますめっちゃポジティブ無理やりなポジティブ。今鴨川沿いを歩いてるんですけど、今から京都市内に行って漢字を探したいと思います。ちょっと今日は寒いですね。昨日はすごく暑かったんですけど、今日は寒いです。なんかドライアイで涙が出てきたよし、じゃあ始めましょう。 Let's get started。はい、皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？これは豆腐と読みます。一つ目の漢字は豆の漢字です。で、下の漢字はこれは腐るという漢字です。豆に腐るで豆腐と読みます。皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？これは喫茶店と読みます。喫茶店はカフェのことですね。最近はみんなカフェと言いますが、日本語でカフェを喫茶店と言います。コフィーショップこのポント町はレストランとか居酒屋が多いので、夕方になったら人が増えてきます。でも今平日の昼間なので全然人がいません。ゆっくり歩きたい人は平日の昼来た方がいいです。綺麗な音。ここは公園なんですけど、公園の前に看板があるのでちょっと皆さんに見せますね。はい、皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？これは持ち帰りと読みます。持ち帰りますは持って帰りますという意味ですね。で、この漢字は何と読みますか？これは公園ですね。公園を。で、この漢字はちょっと欠けていますが、この漢字は何と読みますか？これは汚さないようにしましょうと読みます。皆さん、日本に来たら気づくと思うんですけど、日本の道にはゴミ箱があまりありません。他の国に比べてゴミ箱が少ないです。ほとんどないです。みんな自分でゴミを家に持ち帰ります。捨てる人もいますけど、基本的にみんな家に持って帰ります。駅とかにはゴミ箱ありますけど、道にはあまりないです。はい、皆さん、この漢字何と読みますか？これは2階と読みます。で、この漢字は何ですか？これは席ですね。2階にテーブルの席がありますよという意味ですね。はい、皆さん、
この漢字何と読みますか？これは旅館と読みます。最初の漢字は旅という意味ですね。旅行の旅です。この2つで旅館と読みます。はい、皆さん、この漢字は何と読むかわかりますか？これは串焼きと読みます。串焼きっていうのは串にお肉とか野菜とかを刺してそれを焼いているものですね。串カツは串に野菜とかお肉とかを刺して揚げているもののことですね。これは串焼きですね。こんな感じで肉とか野菜を刺して焼いているものですね。串焼き。はい、フォント帳通りはここで終わりです。はい、三条に来ました。三条はお店がたくさんあるのでショッピングをしたい人におすすめです。もちろんカフェとかレストランとかもたくさんあります。じゃあ行ってみましょう。ちょっとここから人が多くなると思います。皆さん、次の漢字を見つけました。この漢字何と読むかわかりますか？これは小さな美容室と書いてあります。小さなっていうのは小さいと同じです。で、小さいと小さなの違いは、小さなは名詞の前にしか使えません。例えば、この美容室は小さなと言えません。You can say この美容室は小さい but you cannot say この美容室は小さな。So 小さな can be only used before the noun。もう一つの違いは、小さなは主観的な言い方です。Subjective way of saying。And 小さいは客観的な言い方です。あまり違いはないです。はい。で、この美容室、この一番最初の漢字は美しいという意味ですね。美容はビューティーという意味です。室は教室の室ですね。で、ヘアサロンは美容室でもいいし、美容院でもいいです。美容室っていう人が多い地域もあれば、美容院っていう人が多い地域もあります。どっちでもいいです。最近はサロンとかヘアサロンという人もいます。関西では美容院の方がよく使われているような気がします。はい、皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？ちょっと風で見えにくいですが、これは冷麺と読みます。この最初の漢字は冷たいという漢字ですね。で、麺はヌードル、ラーメンの麺ですね。冷麺っていうのは文字通り冷たい麺料理のことですね。美味しいですよ、皆さん。特に夏食べるとさっぱりしてすごく美味しいです。はい、じゃあ今から錦商店街の方に歩いていきたいと思います。皆さん、ここはここ一番屋という日本の有名なカレー屋さんなんですけど、この看板の中に便利なフレーズを見つけたので皆さんに教えたいと思います。お持ち帰りできます。お持ち帰りできますと書いてあります。お持ち帰りっていうのはテイクアウトのことですね。だから例えばみんながレストランに行って料理を食べきれなかった時にお持ち帰りできますか？お持ち帰りできますかということができます。すごく便利なフレーズなので使ってみてください。はい、新京極という商店街に来ました。ちょっと私靴がボロボロなので靴を買いたいと思います。靴屋さんはどこかな？この商店街は結構着物屋さんとかが多いので散歩してみると楽しいと思います。いろんなものが見つかると思います。皆さん、この3コインズというお店知ってますか？すごくおすすめのお店です。300円でいろんなものが買えます。特に生活用品、生活で使えるものが買えるお店です。300円で買えるのですごく安いし、あと結構おしゃれなものが多いので、日本に引っ越して生活用品が必要な人は3コインズに行くことをおすすめします。すごく便利なお店です。はい、錦市場に来ました。ここには京都の
名産物がたくさん売られているので、皆さんに見せたいと思います。京都は結構漬物で有名です。漬物っていうのはご飯と一緒に食べるものなんですけど、野菜を塩とかにつけて置いておいたものですね。漬物にもいろんな種類があって、例えば梅の漬物もあれば大根の漬物もあるし、玉ねぎの漬物もあります。日本に来たらきっと食べる機会があると思うので、皆さんいろんな漬物を食べてみてください。ありがとうございます。はい、皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？これは食器と読みます。この漢字は器の漢字です。食器っていうのは料理を入れるものですね。お茶碗とかお皿とかコップとか、そういうものを食器と言います。ここは食器のお店です。はい、皆さん、この漢字何と読むかわかりますか？これは限定と読みます。限定っていうのはこれだけですよという意味です。京都店限定と書いてあるので、これが食べられるのは京都店、京都のお店だけですよという意味ですね。あとよく期間限定という言葉が使われます。例えばスターバックスのフラペチーノ、あれ季節によっていろんなフラペチーノが飲めるんですけど、よく期間限定と書いてあったりしますね。はい、限定という漢字です。はい、皆さん、今日の動画はどうでしたか？皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、もっとこんな動画が見たいと思った人はぜひぜひいいねボタンを押してください。コメントも待ってます。いつも私の動画を見てくださって本当にありがとうございます。じゃあまた次の動画で会いましょう。ちょっとお腹が空いたので今からご飯を食べてきます。またね。See you!